皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今日からですね、新しいプロジェクトを始めたいと思います。来月2月のですね、早々に旧暦でいうとお正月なんですけれども、鎌倉の八幡宮の方で記念祭というお祭りがあります。これはですね、豊作を祈るお祭りなんですね。去年も参加して今年で2年目なんですけども、今年はですね、私も真剣に豊作を祈ろうと思います。はい。で、記念祭に参加するに際してですね、野菜とかですね奉納するんですけども、ちょっと問題がありまして、こっちは南側なんですね。で、この山の上の木が、ちょっと日当たりを遮っててですね、野菜の生育にちょっと邪魔をしているというか、はい。で、2年ほど前にですね、1日1本ずつ切って、かなりですね木を切ってきたんですね。はい。私もあんまり木は切りたくないんですけど、ここはもともと田んぼで、作物を育てるところだったので、放置された山の木はですねやっぱり切っていかないと次の世代になんかね迷惑をかけるのもあれだなと思って、頑張って切ってたんですね。ただ山に登って木を切るって、体力も使いますし腕も痛めますし、はい、時間も取られるんであんまりやりたくないことで去年はほとんど切らずにいたんですね。ただ今年からですね、ちょっと真剣に、記念祭に臨むということで再びですね山の木をちょっと管理していきたいと思います。はい。なので、ちょっと動画にするかわからないですけど、これから1日1本ずつ山の木を管理していきたいと思います。はい。2年前はですね、YouTube もやってなかったり、ビデオカメラ持ってなかったんで、そういった動画を撮ってなかったんですけど、これからはちょっと一応、動画を撮影して誰かの役に立つかなというのと、木がそこにねいたという、記録としてでも残していければなと思います。はい。これをちょっと公開するかどうかわかんないですけど、はい、今日からやっていきたいと思います。はい。ではよろしくお願いします。たまたまかもしれないですけど、この動画を撮り始めたら、雲の隙間から日が出てきました。歓迎されてると理解してます。はい。カメラちょっと右に回すと、山の上に木が見えてると思うんですけど、この木がですね、お昼の時間になると、太陽の日を遮っているんですね。で、鎌倉山だらけですんで、山があるだけでも日を遮っていると。で、特にこの冬ですね、冬は太陽が低いところを通るので、山があるだけでも日を遮られているのに、その上に木が生えていると余計日を遮られるんですね。はい。夏になったら太陽はもっと高いところも動いていくんで問題ないんですけども、ちょっとこの時期に、日を遮られるのはちょっと問題なんですね。で、今まではあまり気にしてなかったんですけど、来月早々にですね、野菜を奉納しないといけないので、今のですね日当たりがすごい大事なので、ちょっと山を登って、木を管理していきたいと思います。ここの野菜たちが奉納する野菜候補ですね、見ていただいて分かるように、今半分まだ日が入ってないんですよね。はい。これがお昼になると、ちょっと一瞬日が入らなくなります。なのでそこの木をちょっと管理していこうかなというふうに考えています。はい。では今からちょっと山に登って、木を1本切っていきたいと思います。この後ですねカメラはちょっと GoPro に切り替えて、はい、どんな映像になるかちょっと今わかんないですけど、やってみます。よいしょ。あって、ちょっとちゃんと撮れてるか不安ですけど、今から山に登っていきます。
そ大変なことになってます。よいしょ。トゲトゲの行く手を阻む。これ今度切らないとな。ここは以前使ってたんでロープがあります。よいしょ。このルートは動画では初公開ですね。はい。とにかく鎌倉の山は急なんですね。はい、ほとんど崖みたいな。ちょっと登るだけで大変です。こういう感じですね。久々なんで写真を撮ります。よいしょ。これは台風で倒れた木ですね。結局こういう崖に大きな木が立っても支えきれなくて倒れちゃうんですよね。だからやっぱり人が管理してあげないと。昔はここに道があって、木を切り出したり、もしかしたら防衛陣地だったかもしれないんで、そういう機能もあったのかと思います。こういうつるとかも切ってあげないとダメなんですよね。これは自分が以前切ったものだと思いますけど、その木とかはもう台風とかで折れちゃってあの高さで倒れてるんで、これはもうどうしようもないですよね。はい。
それは桜だと思うんですけど、二股に分かれてると思うんですけど、まあその時点であんまりしっかりと根付いてないんですよね。はい、ちゃんとまともな木であればこう一本太い、幹ができて、そこからこう上で離れるんで、まあ本当に人の手が入ってないとやっぱりこういうちょっとなんていうんですかね、あんまり美しくない感じになっちゃいますね。警戒かな。まあこの木を切ろうと思ったんですけど、カラスがいるんですよね。間違いなくこの木が日を遮ってるんで、6回、6回ってなんだろうな。まあ止まってるのを切るのはなんなので、まあちょっと日当たり改善となるとこの木かなと思ってたんですけど、さっきからカラスがカーカー鳴いてるんで、カラスがいる木を切るのはちょっとあれなので違う木を切りたいと思います。まあ地主の方とはちょっと話をして、まあこういう杉ですね、杉はまあ誰かが植えたから杉以外はということで、ちょっと事故映像にならないように気をつけます。じゃあちょっとその木を申し訳ないけど管理させてもらいたいと思います。よいしょ。あれ、マジで、うわマジか。はい、すいません、木を切る予定だったんですけど、ちょっと久々なもんでチェーンソーのパーツがなくてですね、ここから下に降りてまた登ってくるのはちょっと大変なんで、今日は山の案内だけにします。ここは山の上ですね。はい、まあ今ここにある木は桜だと思うんですけど、山桜ですね。奥にこう二股に分かれてるのが見えると思うんですけど、まあもともと三つ股で1個倒れちゃった感じですね。はい、台風で最近ですね、大きな台風が、去年はなかったんですけど来るようになって、結構木がバンバン倒れてますね。それまではちょっと木を切るのは忍びなかったんですけど、やっぱり大きな台風が来るとやっぱり大きくなりすぎた木は倒れちゃうんで、人が管理しなきゃいけないのかなっていうふうに思ってます。隣が杉ですね。これもちょっと真ん中から折れちゃってますね。はい、年の割には細いんですよね。やっぱりどっかで間引いていかないとやっぱ日が入らないんで、全体的にはもうここの杉はちょっと細いですね。杉はまっすぐに伸びるようにわりかし密集させて植えるみたいなんですよね。はい、で選んで選別して太いのを1本育てるということだったんですけど、途中で管理がされなくなって細い杉がいっぱいみたいな感じですね。こういう感じですね。ここの木もかなり切ったんですけど、あえて切らなかった木がちょっと今となっては邪魔をしている感じですね。
はい、奥に見えるのが今田園に戻そうとしているところですね。そこの日当たりもやっぱりこの山の木にかかってるんで、やはりちょっとやっていかないといけないかなと。本当は、プロの方だったら1日何本もできると思うんですけど、私はわりかしパワーのない、バッテリー式のチェーンソーを使ってるんで、結構切るの大変なんですよね。そんなに若くもないので、1日何本も切ると、筋を痛めてですね、全治1ヶ月とかになるんで、一応1日1本縛りというルールを設けました。これね、調子に乗ってバンバン切ると効率は上がるんですけど、ちょっとせっかくなので山登り動画として違うルートで帰りたいと思います。これ見えますかね、トゲトゲ結構生えてるんですよね。近寄らせないっていう意気込みが伝わってきますね。ここは登るような山ではないですね。この木見えますかね、すごい太いんですけど、これも途中で降りちゃって、いやこれ言うとまずったかな。何せ多分2年ぶりなんで、痛い。いたたた。これは以前切った木なんですけど、まだ死んでなかったかな。よかった、ごめんな。これはもう夏近づけないですね。こんなトゲトゲしいのがそこら中に。もちろん夏はマムシとか、スズメバチとかの危険があるんで近づかない。いったな。おお、危ねえ。さて、もう少しだ。本当にトゲトゲが多いな。捕まることもできないっていう。どう行きゃいいんだ。ちょっとだ。行って行って行って
ああ痛え。ひどい目にあった。はいやよいしょ。ちょっと切りますね。大丈夫ですんで。無事帰ってきました。ちょっと最後に転びましたけど、腰のツボ、お尻のツボちょっとついただけなんで、逆に腰が軽くなるかもしれないです。大丈夫です。ちょっとねチェーンソーのパーツを忘れてしまって、今日は山登りだけになっちゃいました。動画を見て作戦を練りたいと思います。何しろですね、登るのが大変なんですよね。で降りてくるのもまた大変で、ちょっと行きのルートを整備して、上り下りで負荷がかからないようにちょっとまたメンテしたいなと思います。今日は切ってないんで動画にできるかなと思うんで、ちょっとこれはこれで編集したいなと思います。見ていただいて分かるように、結局耕作放棄地の周りの山なんで、山をまたね放棄されてたんですよね。放棄というか放置ですね。木を切るってねいろんな意見あると思うんですけど、見ていただいて分かるように放置された木はただ大きくなって、やがてはなんか台風でバターンって倒れて、それは木にとって本望ではないと思うんで、やっぱり人間が手をかけてあげる必要があるのかなと思います。今回ちょっと、ここの野菜の日当たりのために、山登りましたけど、やっぱり今向こうの方のですね、田園に戻そうとしているエリア、そこもここの山の日当たりがやっぱり影響するので、ちょっと今年は、1日1本ですね、初日からちょっとできてないですけど、無理せずやっていければなと思います。今まではちょっとね畑のことをお話してましたけど、実は山も結構登ってて、そちらのことも、春まではそういったことができるんでご紹介していければなと思います。では今日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。